昼間でもカーテンを閉ざした暗い部屋で、青年は座り込んでいた。あの日より着替えていない服からは、火災現場の焦げた匂いと赤の匂いが漂っている。いつも整えていた髪はボサボサで、自信に満ちていた目は落ちくぼみ、スラスラと言葉を奏でる口の周りには武将髭が生えていた。あの子が死んだ。事実を声にするたび、例えようもない焦燥感と喪失感が青年を襲う。うずくまる青年のそばでスマホが震える。それは学生の葬儀の連絡だった。学校で起きた火事で学生が一人亡くなってしまった。彼は同僚の講師が執着していた有望なピアニストだった。深夜まで居残り練習を命じたなんて完全に虐待じゃない。私がいけないのか。あの子に練習するように言ったから。私が言わなければ、あの子は。死んだ。消えてしまった。あの子が、私の最高傑作が、私の夢が壊れてしまった。この世から真の美に至る才能が奪われた。真っ暗だ。救いの光は消えてしまった。もう何を目指して歩けばいいかわからない。あれほどの才能はもう私が生きている間に現れないかもしれない。いや、現れない。あれは100年に一人の逸材だ。他の才能を集めても、あの子の奏でる音には到底及ばない。私が導いた、あの音には。なぜあの子なんだ。他の有象無象の輩が死ねばよかったのに。あの子の才能より価値がある人間なんて、この世にはいないだろう。ああ、神よ。なぜあの子を殺したのですか。あなたは何を思って、私からあの子を奪ったのですか。それとも、憎くなったのか。真の美しさに到達しようという才能が。そうだ。そうに違いない。神は嫉妬したのだ。自らが送り出したギフトが、原初の罪を背負う人間たる私の手で花開くことに。
神が嫉妬して足を引っ張る側だったとは。暗い部屋から持ち出したナイフを手に、青年は交渉しながら道を歩いている。向かう先は学生の葬儀会場だ。その異様な姿と光景に、行き交う人々は、まるで海が割れるかのように青年のために道を開けた。そうして導かれるようにたどり着いた会場で、青年は自分の耳を疑った。まさか。まさか人間とは、こんなにも愚かなのか。共に真の美を求めた学生の遺影を前に流れていたのは、よりにもよって本人以外の凡客なピアノ演奏だった。やはり、彼はあの子の才能に嫉妬していたんだ。まあ、その気持ちはわかるけど、虐待はダメよ、虐待は。だから、同僚を訴えようとご両親に持ちかけると、なぜか否定された。あなたにはわかるまい、と。こんな醜い音を、あの子の早々の曲に。バカだ！この世にはバカしかいない！なぜ平然としている？なぜ聞いていられる？この世に美を理解できる者はいないのか？嫌だ！許せない！こんな曲であの子を、私の最高傑作を神のもとに送るな！青年は乱れた姿で激怒しながら、口から泡を飛ばしてナイフを振り回す。弔問客たちの悲鳴が、さらに醜い音を奏でた。醜い！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 ああ、もう嫌だ！耳に入るもの、目に入るものすべての醜さに耐えきれなくなった青年は、手にしたナイフで己の耳を削ぎ、目をえぐる。そうしてようやく訪れた静寂と暗闇の中に、どこからか音楽が流れてきた。それに青年は微笑み、ああ、美しい。一言だけ残して、自ら首をかき切った。同僚は学生の葬儀会場で錯乱してその場で自殺した。なぜ？虐待で訴えられるのが怖かったの？だからといって死を選ぶなんて、とっても愚かでかわいそうな人だわ。